第一次世界大戦の背景と兵士の日常生活、塹壕戦や大量の兵士と物資が動員されたことが特徴的でした。前線の状況は過酷で、塹壕内では衛生状態が悪く、食料や水の不足、疫病の蔓延など多くの困難に直面していました。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。兵士の日常生活と基本的なニーズ。第一次世界大戦中の兵士の日常生活は、過酷な環境と持続的なストレスによって厳しいものでした。兵士たちは長時間の警戒、戦闘、塹壕内での生活を強いられ、睡眠不足や過労が常態化していました。基本的なニーズとしては、食料、水、睡眠の確保が挙げられますが、これらは前線での生活では常に保障されるものではありませんでした。このような厳しい条件下での生活は、兵士たちの健康と士気に大きな影響を与え、戦時の食事の重要性を浮き彫りにしました。戦時下の食料供給の課題。戦時下の食料供給は、第一次世界大戦中の大きな課題の一つであり、兵士の生存と戦闘能力に直結していました。軍事行動の拡大と長期化により、前線への食料供給は困難を極め、物流の問題や食料の不足が常に問題となっていました。供給路の確保や保存可能な食料の開発が急務となり、缶詰や乾パン、塩漬け肉などが主な食料として供給されていました。これらの供給の課題は、戦時下での兵士たちの食事内容に大きな影響を与え、食料管理が戦争遂行において重要な要素となっていました。戦場の食事内容と変遷。兵士たちの主食となった食品。第一次世界大戦中の兵士たちの主食は簡素で保存が効く食品で構成されており、主に缶詰、乾パン、塩漬け肉などが提供されました。長期間保存が可能で、輸送が容易な食品が必要だったため、これらの食品が前線での主な食事となりました。例えば、缶詰の肉やスープ、乾パンは兵士たちのエネルギー源として重宝され、戦場での基本的な食料となっていました。これらの食品は、戦時下の厳しい条件下でも兵士たちに最低限の栄養を提供するための重要な役割を果たしました。食事の質と量の変化。戦争の進行とともに、兵士たちの食事の質と量は変化し、戦況や物資の供給状況によって大きく左右されました。戦場での長期間の膠着状態や供給路の寸断などにより、食事の質と量はしばしば低下しました。特に激戦区では食料供給が不安定となり、兵士たちは栄養不足や食料不足に悩まされることがありました。戦場での食事は戦争の長期化による影響を直接受け、兵士の健康と士気に重要な影響を与えました。特別な日や状況での食事。戦争中、特別な日や状況では、兵士たちに少し改善された食事が提供されることがありました。クリスマスや重要な祝日、または大きな戦勝を祝う際には、通常より質や量が向上した食事が提供されることがありました。例えば、クリスマスには缶詰の特別な食品や追加の肉類、さらには小さな贈り物としてチョコレートやタバコが配布されることもありました。これら特別な日の食事は過酷な戦場生活の中で兵士たちにとって大きな慰めとなり、士気の向上に寄与しました。食事が兵士に与えた影響、栄養と健康状態。第一次世界大戦中の食事は兵士の栄養状態と健康に大きな影響を与えました。食事の質と量が不十分だと栄養失調や病気のリスクが高まり、特に長期にわたる戦争では健康維持が大きな課題となりました。兵士たちはしばしば食料不足に直面し、特に冬季や包囲戦の状況下ではビタミンやタンパク質が不足し、士気や健康状態に悪影響を及ぼしました。適切な栄養が確保されない状況は、兵士の戦闘能力を低下させる重大な要因となり、戦争遂行能力に直接影響を与えたのです。戦闘能力と士気への影響。食事は、兵士の戦闘能力と士気に直接関わる重要な要素であり、適切な食事供給は、戦争努力の成功に不可欠でした。十分な食事は、兵士の体力維持と集中力向上に寄与し、長期間の戦闘や厳しい環境下での活動を支える基盤となります。良質な食事が提供されたとき、兵士たちは明らかに士気が高まり、より積極的に任務に取り組むことができました。
一方で、食料が乏しい時には逆の効果が見られ、疲労や無関心が蔓延しました。したがって、適切な食事は、兵士たちの戦闘能力と士気を高めるために、戦場で極めて重要な役割を果たしたのです。食事に関連する記憶とエピソード。戦場での食事にまつわる記憶やエピソードは、兵士たちにとって戦争体験の中でも特別な意味を持っており、後の人生にも影響を与えました。共有された食事体験は、戦場での結束感を高め、時には困難な状況を乗り越えるための重要な精神的支柱となりました。特別な日に提供された改善された食事や、戦友と共有した食料の少ない中での食事は、兵士たちの間でよく語られる思い出となり、戦後の回想録などにも記録されています。これらの食事に関する記憶やエピソードは、戦争の厳しさの中での明るい瞬間を象徴し、兵士たちの心に深く刻まれた重要な体験でした。